グラブルショーケースパート1スタートです。イエーイ。はい、この番組は先日ついに発売日が発表されましたグランブルーファンタジー VS ライジングとグランブルーファンタジーリリンクに関するこれまでの情報のおさらいから最新情報、さらには今回初公開の実機プレイシーンなど情報盛りだくさんでお届けする2タイトル合同での情報番組となっております。本日 MC を務めさせていただくのはグランブルーファンタジーでシェロカルテ役を演じております加藤エミリです。よろしくお願いします。はい、そして、一緒にお届けするメンバーはこちらの皆さんです。どうもじゃグランブルーファンタジーでランスロットとグランとあといろんなサジタリウスを演じますおねぎです。よろしくお願いします。そしてはい、ルリアを演じております遠山奈緒です。よろしくお願いします。そしてはい、パーシバル役の大阪亮太です。よろしくお願いします。はい、というわけで皆様よろしくお願いします。お願いします。さあ、ついに両タイトルの発売日が発表されました。楽しみですね。楽しみです。本当ライジングは実はベータテストももう実施されておりまして、そうなんです。皆様楽しんでいただけたようで何よりです。はい。そしてリリンクはね、皆様もたくさん楽しみにしていると思うので、より詳細な情報をね今日お届けできればなと思っております。ゲームプレイもねお届けできるってことそうなんですよ。楽しみですね。はい、それではですね、本日のお品書きをご覧ください。対戦格闘だけじゃないグランブルーファンタジー VS ライジングの魅力を大紹介ということで、4人で挑戦グラブルレジェンドバトル、マルチプレイも熱い、ついに発売が決定したアクション RPG グランブルーファンタジーリリンクの全容をご紹介&最新情報、そしてリリンク4人マルチプレイを実機プレイということで2タイトルを紹介していきます。盛りだくさんですね。盛りだくさんですよ本当。どうなっていくのかね楽しみですけれども、こはいれバーサスで初めてこう対人格闘に触れたっていう方もね結構いらっしゃると思うんで、いや本当にこれがどうなっていくのかっていうのもちょっとパワーアップ度合いとかもね、確かに、気になるところではありますよね。ねえ、すごく本当に遊びやすかったのがどうパワーアップしたのか、私実はもうねちょっとベータテストやったのでまたちょっとだけそうなんですよ。お願いしたい。はい。今日は2タイトルもあって、なんかこんなにこうゲームのコントローラーとかをあんまり持ったことない私がここに来ちゃってよかったのかなって思ったんですけど、でもゲーム初心者ならではの目線で、あ、トイマができるなら私も僕もできるかもって思っていただけるような情報をお伝えできればなと思います。確かに超初心者視点でやるゲーム。そうなんです。そういう役割を今日は担ってですね、登場しておりますので、ぜひそんな視点で皆さんにも楽しんでいただけたらなと思っております。でも本当リリンクはね、プレイするの僕ら初めてですし、誰よりも早くプレイさせていただけるっていうことで、確かにやっぱりそのね楽しさが伝わるようにね。本当生だ、右も左もわからない。そうなんですよね。そうなるだろうけれども、そんな初心者でも多分楽しめるゲームになってると思うからね、ぜひね皆さんにその楽しさをね伝えていけたらなと思いますね。はい。途中経過の状態でプレイしたことあったけど、一応完成版としてねプレイさせてもらうのは完全に初めてっていうことになると思うんで、ちょっと楽しみにしたいなと思います。はい。それではですね、一つ目のタイトルの紹介に参りましょう。グランブルーファンタジー VS ライジングです。はい、まずはグランブルーファンタジー VS シリーズについてご紹介いたしますね。こちらのご紹介はなおちゃんからお願いします。はい、グランブルーファンタジー VS は洗練されたグラフィックとシンプルな操作で奥深い駆け引きが楽しめる対戦アクション RPG。 格闘ゲーム入門に最適なゲームシステムで初心者から上級者まで幅広い層に遊んでいただける内容となっていました。発売時点でのプレイヤブルキャラクターは11人でしたが、最終的には合計24人まで追加されました。いやすごいね。倍以上になってる。あらま。本当だ。そんなグランブルーファンタジー VS ですが、なんと今年全世界100万本セールスを達成したそうです。いやだって今格闘ゲームってね結構続編ものが結構多くなってくる中、こうやって新規で改めて出てきて100万本超えるってまあないことですからね。そうだよね。すごいことですよね。快挙だよね。ではその大会についてもご紹介しましょう。格闘ゲームならではの展開として e スポーツの大会なども活発に行われています。
近年の公式大会では優勝キャラクターのイラストが毎回書き起こされるなど、選手やキャラクターのファンにはとても嬉しい豪華なご褒美もありました。わ本当素敵。カリオストロがね、こう 2P カラーで描かれてるっていうのもまたそうや、そういうことか。そういや、なんかね、あれと思ったけど、そういうことなんですよ。グランブルーファンタジー VS シリーズの紹介も終えたところで、最新作ライジングについて福原さんよりご紹介いただきましょう。こちらの映像をご覧ください。Granblue Fantasy vs. Rising. 皆さんこんにちは。グランブルーファンタジーシリーズディレクターの福原です。改めまして今回はグランブルーファンタジー VS ライジングとグランブルーファンタジーリリンクのゲーム内容のご紹介と新情報をいくつかお伝えしていければと思っております。よろしくお願いします。それではまずライジングから参りましょう。対戦格闘ゲームの間口を大きく広げた GBVS、 その全ての要素においてパワーアップしたのが最新作グランブルーファンタジー VS ライジングです。前作以上に多くの方に楽しんでいただける対戦格闘ゲームを目指し、現在鋭意開発中となります。今回は本作の特徴となる部分や前作からパワーアップした要素を中心にご紹介していければと思います。まず GBVS シリーズ最大の特徴となるのがワンボタンで必殺技を出せるクイック入力です。 R1 ボタンまたは方向キーと R1 ボタンの組み合わせでどのキャラクターでも全ての必殺技を発動させることができるようになっています。キャラクターごとにコマンドを暗記する必要がないので、気軽にいろいろなキャラクターの操作を試すこともしやすくなっているかと思います。それに加えて今作では新たなバトルアクションが多数登場します。アビリティの強化版として奥義ゲージを消費して発動するアルティメットアビリティ、ド派手な演出を伴う強力な技ですが、こちらも R1 プラス特殊技ボタンで簡単に使用可能です。この他にもダッシュ攻撃、レイジングストライクといったアグレッシブに攻めていけるアクションが全てのキャラクターに追加されています。プレイステーション5への対応にあたりグラフィック面も強化しました。より原作のイラストに近い表現を取り入れつつ 2D アニメ風のゲームの中では上質なビジュアルに進化しているのではないかと思います。ヒットエフェクトはリニューアルされているほか、
カットシーンの VFX も細部までブラッシュアップされています。プレイヤブルキャラクターは前作で参戦した24名が全員登場するほか、新たに4名が発売時点で参戦します。アニラは薙刀と式神の羊を使って戦うオールラウンダー。格闘ゲーム初心者でも扱いやすいキャラクターになっています。どう攻略したものか。ジークフリートはリーチを生かして相手をねじ伏せる近中距離制圧型アタッカー。自身の HP を犠牲に攻撃力を高めるなど、ややピーキーな性能も持っています。ニーヤは全てのアビリティをデスを介して発動する特殊なキャラクター。ニーヤとデスの2人による波状攻撃は使いこなせば非常に強力です。グリームニールは多彩な移動方法を持ち、機動力を生かしてあらゆる間合いから攻撃を仕掛けることができるキャラクター。軌道を変化できる飛び道具など特徴的なアビリティも持っています。またもちろん発売後も継続的にキャラクターが追加されていきます。発売から1年間の間で6キャラクターを追加する予定となっており、どんなキャラクターが参戦するかは今後順次公開していきますのでお楽しみに。ストーリーモードは前作の RPG モードにあたるコンテンツです。前作50話までのストーリーも全てライジングで楽しめるのですが、ボリュームアップに伴って育成要素は省略し、ストーリーとバトルを集中して楽しんでいただけるモードとしてリニューアルしました。あの方も想像できなかった最高のオーガズムが期待できそうだ。一部クエストバトルも省略していますが、聖少獣たちと戦うボスバトルは全て引き続きお楽しみいただけます。そして前作分を第1部第2部とし、最終章となる第3部が新ストーリーとして展開されます。第3部では前作で登場した全てのキャラクターに加えてライジングの新キャラクターたちも登場し、物語は新たなクライマックスへと向かっていきます。かつてない窮地だったかもしれないね。グラブルのスピンオフストーリーとしても興味深い内容になっているかと思いますので、どうぞお楽しみに。また前作をすでにプレイ済み、またはプレイはしていないけど内容を知っているから新しいストーリーをすぐに遊びたいという方向けに第1部第2部をスキップする機能も用意されています。何にしても寒いしさ。そんな世界が終わる。第3部ではライジングで初登場となるオリジナルキャラクターも登場します。私はリーンって言います。リーンという名の彼女は第3部の序盤でグランたちと出会います。グラン、ジータとそう変わらない年齢ですが、どうやら2人と B の幼い頃をよく知っているようです。声を演じられるのは川瀬真紀さん、英語音声はエリザベス・マックスウェルさんにご担当いただいております。とにかく早く治療しないと。今回の物語に大きく関わってくる重要人物となるので、どのような展開となっていくのか合わせてご期待ください。前作で好評だったトレーニングモードにさらなる便利機能が多数追加されます。攻撃後の有利不利が視覚的に分かりやすいフレーム表示対応のほか、初めてキャラクターを操作する前にどのようなコンセプトでどんな行動がおすすめなのかを気軽に確認できるキャラクター説明書、トレーニングモード内でシームレスに実行できるコンボ練習、コンボも基本対空など分かりやすくカテゴリー分けがなされているため、目的別に練習しやすくなっています。そしてキャラクター別の戦術、対戦相手とする場合に覚えておくと良い対策など、実戦で役立つ基本テクニックを練習できる便利機能も搭載されています。ぜひ活用してみてください。快適なオンライン対戦の実現のため、本作ではロールバックネットコード方式を取り入れました。スムーズな描画が可能となり、よりラグを感じづらくなります。また
今回からプレイステーションと Steam 間でクロスプレイに対応しました。プラットフォームが異なる友達とも遊べるようになりますし、世界中の猛者たちとも戦えるようになりますので、オンライン対戦をますますお楽しみいただけると思います。ライジングの新要素などをご覧いただきました、はい、私も実は先ほどちょっと言ったベータ版をプレイしたんですけれども、本当になんか入力自体が本当に簡単にできるようになってて、奥義も簡単に出せるんですよ、はい、でも本当にキャラクターもかっこよく動いてくれるし、なんかもうとても楽しかったです。奥義の演出も本当にいいものになってるんで、ぜひ皆様にもね見ていただきたいなと思ってます。追加キャラクター4キャラでしたっけね。アニラ、ジークフリーとニーヤ、グリムにいるということで、僕個人的にはジークさんとね掛け合いというか新たな部分がねあったりするので、そのあたりちょっとどうなってるのか。バーサスのすごいのはやっぱ全キャラ分掛け合いがあるから。そう毎回ね全員違うから。そういっ収録もねしてきたし、汎用のセリフが一つもないっていうのがすごいね。そう本当にそう。収録エピソードとかもねまた新しくあったりするから、そのあたりも一応楽しみにしていただきたいですね。そうなんですよ。なんか今回第3部で新しいキャラクターでリーンちゃんが出てきたじゃないですか。皆さんが今想像していらっしゃるよりリーンちゃんすごいのお約束します。いやもうシーンよシーントップシーンよこれ。絶対シーン本当にね。と思ってなんかもうすごいキャラクター出てきたなって思ってびっくりして、でもこうやってねすごくなんか大事なキャラクターも増えてきてるから、なんかこうバーサスだけじゃなくてもう本編とかにもね文字とか出てきたらいいなって思っちゃうくらい勝手に本当に素敵なキャラクターになって骨太なストーリーになっているので、そのくらい本当に思い入れのあるストーリーになっているのでぜひお楽しみに。格ゲーですよねこれ。格ゲーなんですよ。本当だそうだよね。はずなんですけど。そうでしたそうでした。ただ押したい。我々は押したい。楽しめますからね。そうなんです。いやでも格ゲーでね対戦はできるのはね当たり前ですけど、これね機種を超えたクロスプレイができるっていうのは相当でかいと思うんですよ。本当にねプレステ持ってるけどパソコン持ってない、パソコン持ってるけどプレステ持ってない人とかいるから、そういう人たちと関係なく対戦ができるっていうのはすごい大きいし、やっぱあとトレーニング、トレーニングやっぱね対戦するには相手のキャラクターのことを知っとかなきゃいけないんですよ。だからそのトレーニングでその相手の対戦するキャラクター使わない普段自分が使わないキャラクターも練習して知っとくと結構対策とか取りやすくなったりするんで、そういうのが充実してるとねやっぱ最高に楽しいよね。やっぱりこうキャストでバトルした時の初代優勝者なだけ。そういやそうだったそいつ。そう初代優勝したけど2回目でボコボコにされました。白石さんにボコボコにされました。潜水が激しい。誰が勝つかわからないね。本当ますますに楽しみなものになってますけれども、ここまではゲームのメイン要素についてのご紹介だったんですけれども、ライジングのお楽しみ要素はまだまだあるようですよ。続いては対戦アクション要素とは一味違った機能をご紹介していきたいと思います。まずはパートナー機能です。パートナーとして好きなキャラクターを選んでいただくと、ゲームプレイの内容や状況に応じてそのパートナーがコメントしてくれるようになります。ジータだよ。今日も遊んでくれてありがとう。格闘ゲームオンライン対戦となると非常に孤独な戦いを強いられます。1対1の戦いなので負けたら全部自分のせい、勝ってもなんだか孤独、誰かに褒めてほしい、負けたら一言何か優しい言葉をかけてほしい、数をこなすことは無駄ではない。それをパートナーが行ってくれます。対戦で使用するキャラクターとは別で設定できるので好きなキャラクターを設定してみてほしいです。自己紹介って緊張しちゃうわよね。でも気軽に書き換えて大丈夫よ。私たちの邪魔をする人はみんな消しちゃおうね。次にオンラインロビーです。前作ではグランサイファーの甲板が舞台でしたが、ライジングではそれに加え島一つ分にエリアが拡大されます。ゲームセンターやサッカーコートなどさまざまなロケーションも存在しており、滞在しているだけでも楽しい気分になれる空間に進化しました。そしてロビーアバターを使ってゆるいバトルを楽しめる専用モード、グラブルレジェンドバトル以下グラバトも登場します。さまざまなルールのパーティーゲームを楽しめるのですが、
いくつか簡単にご紹介いたします。ライジングダッシュ、さまざまなゲームルールのうち最もベーシックなものです。いろいろなアトラクションを攻略しながらゴールを目指す障害物競争です。アイテムを使って相手を妨害したりなど逆転要素も多数盛り込まれているので、とてもラフに楽しめるものになっていると思います。ヒヒーロカネパーティー、3チームに分かれて自分のチームの陣地にヒヒーロカネをより多く集めるゲームです。グラブルファンなら刺激的な絵面に興奮してもらえるのではないでしょうか。キングオブタフネス、ベルゼバブが落とす爆弾で足場が破壊されていきます。ルールは単純明快、最後まで生き残ったものの勝ちです。グラバトのゲームルールはこの他にもいくつか存在しますが、今後また別のタイミングで改めてご紹介していければと思っております。また今日はスタジオの皆さんにもこの後実際にプレイしていただきます。よろしくお願いします。そして最後に今回初公開となる新モードについてご紹介させていただきます。デジタルフィギュアモードという新モードが登場します。 GBVS に登場するグラブルキャラやオブジェクトなどの 3D モデルを自由に配置・編集を行い、自分だけのジオラマを作れるというモードです。原作グラブルのキャラクターファンの方にとっては特に嬉しいモードとなるのではないでしょうか。随分いろいろ作ってきたなと思いつつ、素晴らしいクオリティの 3D モデルを自由に使っていろいろできるのですから、非常に贅沢な内容となっているかと思います。細かなパラメータも編集したり設定したりできるので、自信作ができましたらぜひ SNS 等で公開してみてください。公式のフォトコンテストのようなものも実施するべく計画中です。そちらは今後の続報をお待ちください。グランブルーファンタジー VS ライジング、今回のゲーム紹介はこれにて以上となります。ありがとうございました。いや、最後ずるいな。あれで全部持ってかれたよ。気になる要素がそういろいろあったたくさんありますけれども、たくさん分かってんな。ご覧さすがですよ。ご覧いただきました通り、ライジンはパーティーゲームなども充実しております。はい、そうなんですよ。なおちゃんどうでした？こうデジタルフィギュアっていうのありましたけれども、あれも目線とかも結構変えられてたじゃないですか。だからなんかいろいろと自分のこう好みにいろいろ変えられるっていうのが可能性が無限大だなっていうふうに思いましたし、フォトコンテストみたいなのも開きたいっていうお話があったので、すごい早くやってほしいなって見たいなって思いました。本当。まあでもあれですよ、パートナー？パートナーの設定とかあるじゃないですか。あれ収録一番大変だったですよ。ものすごい分量多くて、めちゃくちゃどんなシチュエーションでも応援してくれます。そう、どんなシチュエーションでも応援してくれます。かゆいところに手が届きます。あとロビーなんかめちゃくちゃ大きくなるみたいな。そうそう。ね、拡大。島分ある。島分拡大とかすごかったですし、あとパーティーゲームが単純にねすげえ楽しそう。確かに。みんなでね盛り上がれるゲームになっているので、ぜひ遊んでいただきたいなと思っております。はい、本当ね個人戦からチーム戦までいろいろと楽しめるっていうのがこの魅力になっております。で先ほど深原さんもおっしゃってましたけれども、今日はなんとこのメンバーで実際に遊んじゃいます。緊張する。しかもですね、この4人だけじゃなくてグラバトは大人数でプレイするコンテンツなので、今回はオンラインで開発メンバーの皆さんにも参加してもらっています。プロの皆様がはい頑張っていきましょう。なるほど。
はい、今回私が使うキャラクターはなんとシェロカルテです。すげえ。シェロちゃん一緒に戦えるんです。僕ご存知グラン君ですね。はい、私はルリアです。なんか元気よく走ってて可愛いです。はい、僕はパーシバルですね。割とパーシバル元気に走ってますね。アクラスパーさん、可愛い。めちゃくちゃ腕振ってますね。はい、というわけで早速プレイしていきましょう。それでは簡単です。ひたすらゴールを目指しましょう。やりやすいぜ。そうです。行くぜ。行くぞー。めちゃくちゃ多いんだけど。ちょっと待って。こんな多いの？めっちゃ多い。こんな多いの？こんにちは。わーいわーい。開発お疲れ様です。ビッグやばい頑張れ。戻された。でっかいやついる。戻された。スティバさんめっちゃでけえじゃん。なんか私エビを持ってる。エビを持ってる。なんかエビを持ってる。どうしてどうして。私もエビ持ってる。ちょっと待ってくれ。いつ持ったんだろう。なんだよ。誰だ。何？おいけたいけた。お、トイマ本当なんかエビ持ってんね。エビ持ってます。なんだろう。でもエビが爆発しましたよ。さっき。エビが爆発危険ですな。あ、そっち？なんだこれ。ちょっと待って。なんだこれ。どうした。りょうちんでかくね。なんだこれ。これちょっと。いやバイオレンスだわ。こっち失敗だったな。失敗ルートもある。失敗こっち。要注意やで。ちょっと待って。早い。なんかすげえ攻撃しよう。いける。なんだかんだいける。危ねえ。なんだこれ。ハテナが取れない。ぞ。いいぞ。うおー。何が来てる。そういう周期なんだ。ひどすぎるだろ。ドタバタ。よいしょ。ここ鬼門だな。いつ来るかわかんない。怖い。なんだこれ。よいしょ。オッケー。なんだかんだみんな楽しんでるね。楽しいよ。オッケー。うわ。いいね。うわ見えない。ちょっと待ってくれ。スタッフさん。よっしゃ。俺は行くな。めちゃくちゃ攻撃してくるぞ。きれい。なんか私本当に手が溜まってます。おいでやし。次ワンツーフィニッシュ。今どっちが先だったんだろう。面白い。多分りょうちんじゃない。完全にオリンピックみたいなやつ。面白い。よいしょ。いい戦いだぜ。頑張れ。私3位だったかな。多分すぐ後ろにいたから。いやもう本当に3人同時みたいな。すごい接戦だったんだね。よし頑張れ。おっそうだ。すげえ。さあ最後だ。頑張れ。ものすごい邪魔してくるのよ。頑張れ。いた。ナイス。すごい。第一戦でめっちゃ体力持ってかれるな。ちょっと。グリムニル頑張れ。階段さばきが鮮やか。イエイ。さすがですわ。はい。ネクストステージ。いや次のステージすぐ来ますよ。ワク。やっぱいいねこうやってなんか何も考えずにみんなで盛り上がれるの楽しいですね。楽しいね。やりごたえあった。お、これは？黄色金パーティー。面白そう。黄色金パーティーとなっております。はい、こちらはですね、3チームに分かれましてヒーロー金を自分と同じ色のエリアに集めましょうというゲームになってます。こんぐらい欲しいな。なんかすごい引っかかるね。私風チームです。お、私も風ですね。同じチームですね。私です。とりあえず持ってけ。どうだ。よし。裏。ダッシュとかできる？スマッシュ。よし、いけそう。オッケー。よし。いいぞ。お、これどこだ？なかなかいいじゃん。あれないぞ。ないぞ。どこに生まれるのヒーロー金？あれなくなった。来た。なんかね、投げ込まれてます。謎の箱が出現。どれ。あった。上にある。オールキャット。なんかよっしゃー。オールキャット。いけ。さっきまで持ってたのになくなった。なる。取られた。そんな。オールキャット。強奪もあんのこれ。はい。
このオールキャットに変身すると相手の陣地のヒーロー金を奪うことができるらしいんですよ。すっごい緻密に集めてる私。大量に持っていけるんですけど、ちみ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 持てば持つほどちょっとね歩く速度も遅くなるというね。そうなんだ。なんかみんな持ってる。よっしゃよいしょよいしょ。待て待て待て。これの問題。よいしょよいしょ。待て。まだチーム100は。なんかすごい。これ何これ何これ何これどうなってるどうなってる。オールキャット来た。おいちゃん。他にもなんだそれ。よいしょよいしょ。いっぱいゲットいっぱいゲット。なんてことだ。オールキャットになりたかった。キャッツシュールだな。オールキャッツ。待て邪魔をさせるぞ。いっぱい。キャッツ。あれなんで俺あんな落ちたの1個しか取ってないの。ビヨーン。ビヨーン。よしよし。結構多いんじゃないの。ビヨーン。よいしょ。またオールキャット出現。敵チームオールキャット。何？やばい。よしよしよしビヨーン。オールキャット欲しい。オールキャット。どうだ。緑チーム優勢。どうじゃどうじゃ。どこどこ？来ない来ない。ある。あったけど。守ったぞ。ビヨーン。すごい僅差。あれ？なんと風チームが水チーム1個差で勝利。すげえ。接戦だ。すごい接戦。いい勝負が続いてますな。確かに。ヒーローカーね、あんなに一気にもらえたら超嬉しいですね。本当よ。嬉しい。さあお次のゲームは。はい、お次はですね、落ちてくる爆弾を避けながら最後まで生き残りましょうというゲームになってます。バブさんがパンプアップしてる。さあ、で爆弾落ちてくるのね。はい、落ちていきますので頑張って避けていきましょう。爆弾が。バブさん気になるな。そこで筋トレせんでくれ。あれ、私どこだ？大丈夫？気にしちゃってる。どこ？私どれ？どこだ？怖いな。あれ、感染中になってる。感染中？あれ？本当だ。落ちた？もう落ちた？落ちちゃった？落ちてない。あらららら。なんでなんで？はい。了解でーす。さあ頑張るぜ。そうやって爆弾を落とすっていうのもありなんだ。そう、爆弾を攻撃したり相手をちょっと移動させるのに攻撃したりっていうこともありえます。ちょすごい。ちょいちょい待って。うい。うまい。でも下に落とせるんだ。これ。そう、下に落とせる。スマッシュ当たれば。危ない。いい悲鳴だぜ。ステージがめっちゃちっちゃくなった。足場がどこやな。頑張れ。みんな結構生き残ってるね。すごい。みんな優秀。広い。ほら。どうなる。俺が生き残る。俺が生き残る。あ、死んだ。めっちゃ生き残ってる。最後一騎打ち？やめて。どうだ最後。りょうちやめて。どうだ最後。どうだ。ユーウィンで出ました。しろちゃんが。誰だ。誰が1位？私でも何位だろう。どうだ。しろちゃん。オッケー。フィニッシュ。やったー。すげえ。いやーすごい。いや楽しかったね。最後の構成すごすぎるな。いやこれは盛り上がるね。楽しい。いや本当にいろいろとねこうダッシュできたりとかいろいろ戦略はあるので、ぜひみんなでちょっと楽しんでもらいたいなと思いますね。それではここまでご紹介したグランブルーファンタジー VS ライジングの商品情報についてのお知らせです。発売日は2023年11月30日全世界同時発売となっております。スタンダードエディションとデラックスエディションの2タイプが発売予定です。ここからはデラックスエディションについてご説明していきたいと思います。ちなみにこれスタンダードエディションっていうのがより通常版、デラックスが豪華版みたいな。はい、そうなんです。ということでデラックスエディションの内容はこちらになっております。
初期28キャラクターのカラーや武器スキンをはじめ、グラン&ジータの10点の極みに至りし者のコスチュームスキンやプレミアムアバターの美カラー、インもついてきちゃいます。さらに発売後に実装される6キャラクターの使用権も含まれたセットになっていますので、 GBVSR をたっぷりと楽しみたい方におすすめのエディションとなっております。じゃあもう最初に手に入れられるというか、後々出てきた時にもうすぐ使えるようになるってことですね。そうなんですよ。めちゃくちゃいい。この極みスキンのジータとグランはめちゃくちゃかっこいいですよね。これすごいよね。強そう。はい、ゲーム本編の最大72時間アーリーアクセス権も含まれているということなので、発売日から一足早くゲームをプレイした方は必見となっております。これデラックスエディションを予約すると一足早く遊べるっていうことですね。そうなんです。3日ぐらい早いってことね。それでかいですね。3日はでかい。大会とか出たい人とのはもう先にこうやって多分ね買ってやるっていうのはね、いいことですよね。スタートダッシュが切れるってことです。アドバンテージをね生かしてやるんですね。はい。そして次はですね、グラブルスペシャルアイテムセット GBVSR パックのご紹介となります。プレイステーション版には原作グラブルで使用できるシリアルコードグラブルスペシャルアイテムセット GBVSR パックが付属します。10点集限界超越お助けセットか10賢者お手軽加入&領域開放セットのどちらかが選択制でゲットできちゃいます。アイテムの詳細は公式サイトに記載されていますので、そちらをご確認ください。なるほど。これ多分ねそれぞれのこうプレイタイミングによって違うと思うんですけど。そうね。富山これどっち？私はまた10賢者仲間にできてない子がいるので、10賢者にもう迷いなく使いたいと思います。そうだよね。これりょうちんはもう余裕で超越です。まあそうか。そうなんだ。なるほどね。絶賛超越中なんで私は。いや俺でも迷うな、そういう意味では。どっちもそう、まだ賢者そんなに手つけてられてないのもあるから、このタイミングでねこれを生かして賢者の方も進めるっていうのもねありかもしれないから、いや迷いますねこれ本当に。本日これ発売前にねこんな感じで迷っていただけると思います。はい、ぜひ皆様もご検討ください。またこのシリアルコードは発売から4ヶ月間のみ付属となりますのでご注意ください。次に無料で GBVSR を遊べちゃうフリーエディションのご紹介となります。本日みんなでプレイしましたグラバトはなんとこのフリーエディションで無料で遊べちゃうそうですよ。すごいですね。はい。そうなんですよ。一部機能制限はあるのですけれども、格闘対戦では定期で入れ替わる4キャラクターが使用できまして、でストーリーも第1部から前作での第40話までなんと無料でプレイすることができるそうです。どういうことですか？すごいすごくないの話じゃないぐらいで、なんだこりゃ。なんか本当ソフト1本分無料で遊べるみたいな感じです。すごすぎる。すごいなこれ。ってことはちょっと二の足踏んでる人とかはまずここから入ってみて面白かったらまた購入するみたいなね手もあるってことですね。そう、気になるキャラクター使えるようにしたいから購入しようっていう風にねいけますし。なんかこうグラバトだけでも結構気軽にいろんな人とお友達増やして一緒にプレイすることもできるし、40話分ストーリー見たら絶対先も気になると思うので、ちょっと遊び尽くしてほしいですね。はい。他の製品版とかもね本当に今ねみんなと遊べるということですし、まずは触ってみたいという方はぜひフリーエディションをダウンロードしてみてください。そして最後のご紹介となります。なんと GBVSR のベータテスト2回目の実施が決定いたしました。2回目のベータテストでは本日私たちがプレイしたグラバトがプレイできるほか、1回目のベータテストを受けてのバトルの調整が行われているほか、ロビーマッチクロスプレイの追加などをしての実施予定となります。開催時期は11月上旬実施予定とのことです。続報は公式サイトや公式 X などでお知らせしていく予定とのことです。ぜひチェックしてください。もうこちらほぼ発売直前っていうタイミングだと思うので、より多分製品もう皆さんのお手元に届くものに近い形で楽しめるということになりますもんね。そのあたりも注目していただければと思います。さてライジンを実機プレイを交えてご紹介してきました。どうでしたか？実機でプレイした印象、グラバトとかもありましたけれども、やっぱグラバト本当になんかみんなでワイワイ楽しめるっていうのも、
その事前のなんか練習とか知識とかあった方が強いけれども、何もなしでも楽しめる、まずはこう触れてみてやってみて、みんなでやってみて、やっぱ順位がね上の方の人は何がうめえのかなみたいなことを研究しながらね、ワイワイ楽しみながらこう伸ばしていけるみたいなね、みんなで盛り上がれるゲームでいいですね。ねえ、どうちゃんなんかね、なかなかゲーム触れないタイプっていう風には言ってましたけど、なんか3ステージ目のこう避けていくやつが、私開幕早々気づかず落ちてたのかなって思ったんですけど、どうやらヒヒの鐘の下りで負けたチームにいたから、3戦目はなんか観戦中みたいな。なるほど、映す価値なしになってる。ひどい。まあでもそういうことだったらしくて、まあちょっとほっとしたんですけど、でもなんかそのグラバトめちゃくちゃ楽しいなって思って、ちょっとこの本番始まる前に1回練習しただけだったんですけど、きちんとゴールもできたし、なんか操作もすごい分かりやすくて、むちゃくちゃ興奮しました。小坂君とかどうでしたか？そうですね、グラバトもすごい楽しかったんですけど、やっぱ格闘パートの方もやっぱね、簡易入力とかも結構増えてきたんで、本当に初心者の方もねぜひ遊んでいただいて、まあオンライン対戦とかもねぜひ楽しんでいただきたいなっていうのを感じますね。はいというところです。皆様の期待がねとても高まっております。というわけで以上グランブルーファンタジー VS ライジングのご紹介でした。お次はグランブルーファンタジーリリンクのコーナーです。はい、先月開催された世界最大のゲームイベントゲームズコムにて最新のトレーラーが公開されましたけれども、皆さんはご覧になりましたでしょうか？まだ見ていないという方のために、まずはこちらの映像からご覧ください。リリスの狙いは近畿の大聖少女アンラマインを復活させ星の世界へ帰ること。力ある聖少女4体分の聖書を使い、今度こそ星の世界へのゲートを開こうとしています。聖少女、かつて破空戦争の際に生み出された星の民の兵器か。聖少女、星神をお前たちはそう呼ぶのか。妙だわ、この子の力普通じゃないみたい。この大気の震えはまさか。宝の番人にしちゃ大げさすぎるな。私の声が届かない。星神よ、許したまえ。動き出した運命は止まらない。大いなる犠牲と悲哀を超え、我が救済の執行を。バハムート！今までいろんなことがありました。いろんな島を旅して、いろんな人と出会って、いつもあなたが助けてくれて、本当にたくさん感謝しているんです。だからついにグランブルファンタジーリリンク発売日が決定しました。発売日が決まった。やっとこの情報を皆さんにお届けできるということで、本当に私たちとしても皆さんにとっても待望のニュースだったと思うので、すごく嬉しいです。ありがとうございます。あとなんかまたね、デラックスエディションとコレクターズエディションみたいなね書いてましたよね。そうなんですよ。そちらもね後でしっかりと紹介させていただきたいと思います。でもまずは何よりもやっぱりね、ゲームの内容についてこのお二方よりご紹介いただきましょう。どうぞ。こんにちは。グランブルーファンタジーリリンクゼネラルディレクターの福原です。今回は開発ディレクターの梶と2人でリリンクについて紹介していければと思います。皆さんはじめまして、グランブルーファンタジーリリンク開発ディレクターの梶と申します。ついに発売日が決まりました本作について、見どころとなる部分などをたっぷりとご紹介できればと思っておりますので、よろしくお願いします。前半は僕福原の方からゲーム全体の概要について、
後半はカジよりゲームシステムの細かな紹介や魅力などについてお伝えしていきたいと思います。グランブルーファンタジーリリンクのゲームジャンルはアクション RPG となります。シングルプレイでじっくり楽しめるメインストーリーのほか、4人マルチプレイで共闘が可能な100種を超えるクエストなどのコンテンツがお楽しみいただけます。物語は主人公たちが広大な空の世界の一角、ゼーガグランデ空域にたどり着くところから始まります。島々を守護する聖少獣との対抗や暗躍する謎の組織アビア教団の出現など、さまざまな出会いと出来事を重ねながら空域全体を巻き込む大いなる運命に挑んでいくこととなるというグランブルーファンタジーリリンク独自のオリジナルストーリーが展開されます。原作のグラブルはプレイしたことがないけどという方でも十分に楽しんでいただける内容になっていますので、ぜひプレイしてみていただきたいと思っています。私の力を使ってください。ルリア B のほか、原作グランブルーファンタジーよりこれらのキャラクターが登場し、その全てがプレイヤブルとして操作可能。それぞれが個性的なバトルアクションのシステムを有しており、キャラクターの数だけ異なるアクション体験が楽しめるというところが本作の最大の特徴となっております。ちなみに登場キャラクターはこれまで公開しているもの以外にももう少し存在します。今回はここで初公開となるキャラクターをご紹介しましょう。参ろうぞ。古今独歩の大剣豪ガンダゴーザがプレイヤブルキャラクターとして登場します。バトルスタイルはやはり真剣勝負。己の肉体を使いあらゆる敵をなぎ倒します。特殊技は聖剣好き。コンボを継続させることで古今無双流レベルが上昇していき、レベルが高いほど高威力の聖剣好きを繰り出すことができます。最大レベルで放つ聖剣好きは単発でボスの HP を数割減らすほどの威力になることも。使いこなすには少し慣れが必要ですが、ロマンだらけの性能は好きな人にはたまらないキャラクターに仕上がっています。ちなみに未公開のプレイヤブルキャラクターはまだおりまして、今後また別のタイミングでご紹介いたします。グランブルーファンタジーのおなじみのキャラクターたちの他にも、リリンクで初めて出会うこととなるキャラクターも多数登場します。便利屋を名乗る男ローラン、ある事件をきっかけに主人公たちの旅のサポートをしてくれる協力者です。そしてアビア教団と呼ばれる謎の組織、主人公たちのゼーガグランデ空域来訪をきっかけに活動が活発化します。アビア参照に数えられる剣士イド、幾度となく主人公たちの前に立ちふさがります。共に行動していると思われる少女はルリアとよく似ていますが、教団の長であるリリス、最新トレーラーでは星の世界へのゲートを開こうとしていると語られていますが、果たして何者なのか。彼らを交え新空域でどのような物語が描かれるのか、想像を膨らませながら楽しみにしていただければと思います。いやはい、まずはリリンクがどんなゲームなのかをご紹介いただきました。ここまでご覧になっていかがですか？おなじみのキャラクターはもちろんなんですけど、新キャラクターとかも出てきて、ここからの物語がどうなっていくのか、皆さんワクワクされてるんじゃないかなって思いました。ねえ、本当。だからその数もすごい多いんですよね、キャラクターが。しかもなんかところによるところキャラクター一人一人で違うアクションゲームが楽しめると思ってもらえるようになっていると。すごいですよね。キャラごとにまたアクションが違うみたいなことをやってるので、実際にプレイしてみるのが楽しみなんじゃないかなと。キャラクターも多いですし、ストーリーやクエストなどもすごいボリュームがあるということなので、本当に楽しみです。そして発表されたガンダゴーザもすごい迫力があるキャラクターでしたよね。映像を見ていただいたのでよくわかると思うんですけれども、なおガンダゴーザのボイスについてはグランブルファンタジーと同じ柳田さんのお声でお楽しみいただけるようになっております。そうですか。いや嬉しいですね。僕らもやっぱりたくさん収録をね、新たにこれとこれとこれっていう形で毎回収録させていただいたんで、どういう形で追加収録したかもう覚えてないぐらい、延べ本当何回なのか分かんないぐらいね撮らせていただいたんで、楽しみです。それではですね、リリンクの紹介の続きに参りましょう。福原さん、梶さん、よろしくお願いします。ここまではゲームの概要について紹介させていただきました。僕からはここまでとし、
この後はカジにバトンタッチしたいと思います。よろしくお願いします。まずはゲームがどのような形で進行していくかご紹介いたします。基本的にはメインストーリーを進めていくことでクエストをはじめとしたさまざまなコンテンツが開放されたり、特定のタイミングで仲間が増えたりしていくような流れとなっています。街は拠点のようになっており、クエストやサイドクエストの受注、武器の強化施設などが利用できます。またオンラインモード時も仲間が集まれるロビーの役割も果たします。カタリナさん、非道なエルステ帝国からルリアを救った騎士。バトルはマップ上でシームレスに開始されます。さまざまなシチュエーション、多彩な地形の場所でフルアクションバトルを楽しんでいただけるようになっています。バトルは4人パーティーによるリアルタイムアクションバトルとなっており、自分が操作するキャラクター以外は自動で戦ってくれます。通常攻撃によるコンボのほか、キャラクターにセットした4つのアビリティを駆使して戦うことになるのですが、仲間たちもそれを華麗に使いこなしてくれるので、自動操作らしからぬ仲間との共闘感、連携感を感じていただけるのではと思います。敵を攻撃し続け、スタンゲージを蓄積させると敵がひるみ、リンクアタックという一斉攻撃を仕掛けることができます。このリンクアタックをはじめとしたさまざまな連携行動をすることでリンクカウンターと呼ばれる数値が上がっていくのですが、これが 100% の状態で全員でリンクアタックを叩き込むことでリンクタイムが発動します。リンクタイム発動中は敵がスローになりつつ味方が強化された状態となるため、一気に大ダメージを与えるチャンスとなります。そしてグラブルといえば奥義です。キャラクターの HP の下の奥義ゲージを貯めることで強力な奥義を発動することができます。大ダメージを与えつつヒット中は敵が行動できなくなるため非常に強力なのですが、仲間の奥義に続いてさらに奥義を重ねて発動していくことでさらなる追加ダメージを与えるチェインバーストを発動させることができます。とてつもない爽快感が得られるグラブルならではの要素でもありますし、キャラクターの組み合わせによって掛け声なども変化しますので、ぜひいろいろな組み合わせで試してみていただけたらと思います。冒頭にもありましたが、キャラクターの数だけ異なるアクション体験が楽しめるのが本作最大の特徴となっています。ちょっとした映像だけでもそれを感じていただけるのではと思いますので、簡単な紹介とともにご覧ください。さあ無効化する。これならはダメ押しあれ覚悟、一気に肩をつける。もらったかちよなぎ払う。ファイヤーやってやるわ。ライトニング。これならまだよ。これでも食らえ。そこだ。雨ぜシャラよ。帰り討ちにしてやら。ぶっ飛べ。やっはっふっ、これで決めるわ。あらごめんなさい。ペッポ守りを頼む。はっふっそれはっやっそこだ。ふっ遅いな。サタンクロスチアリふっ切り伏せる。いっただきこれでどうだ。オラ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 はせろ。燃え尽きろ後進よ。うがて打ち崩せ。だけではない。受けてみろ。主人は己なし、新人は勇打ちなし。大松無限。はあはあたつ無駄。こっちへこっち。
空空バッタ。どこ見てんの。はいおまけ、こいつで黙らせる。かかってこい。来いナットランはわし参上。キャラクターたちはレベルアップなどによる成長のほか、キャラクター強化と呼ばれる要素で強化していくことができます。ここでは各種パラメーターの成長のほか、新たなアクションやアビリティの習得などを行うことができ、重視したいパラメーターを成長ルートによってある程度偏らせることなども可能となっています。攻撃性能を優先で強化したり、HP や耐久性能を優先したりなど、その時キャラクターを強化したい方向性を自由度高く伸ばしていくことができます。使えるかも。アビリティはさまざまな効果を持つキャラクター固有のアクション、同時に4つまでセットすることができます。攻撃技から味方の回復や強化、敵の弱体と用意されているので、パーティー編成や戦う敵の特性に合わせてカスタマイズしていくといいでしょう。さらに武器と寺院と呼ばれるさまざまなスキル効果を持つアイテムをキャラクターに装備させることで膨大なスキルカスタマイズが可能です。単純に攻撃力や HP といったパラメーターをブーストしたり、ジャスト回避時に追加のバフ効果を得られるようになったり、 HP が減少するほど攻撃力が上昇する能力を得たり、かなり幅広いカスタマイズが実現できるかと思います。自分のプレイスタイルに合わせ自分好みにキャラクターを成長させていきましょう。武器は鍛冶屋という施設に素材を持ち寄ることで作成することができます。武器ごとに特化パラメーターや固定で持つスキルが異なるので、これもプレイスタイルやパーティー編成に合わせて組み合わせ育成を楽しんでもらえればと思います。よろずや白カルテも登場します。トレジャー交換や寺院交換が行えるほか、戦闘エリアでは回復薬を補充してくれたり、鍛冶屋の代わりもしてくれるなど頼もしい存在となっています。最後にクエストカウンターについてです。街には気空団連合ラファールが運営するクエストカウンターがあり、さまざまなクエストを受注することができます。クエストはさまざまな種類があり、強敵となるボスを討伐するものからエリア内に存在する多数の敵を制圧するもの、護衛対象を守り抜くものなど100種類以上のクエストが用意されています。余裕余裕。駆け足となりましたが、僕からのゲームについての大まかな説明は以上となります。この他にもまだたくさんの要素があるのですが、今後お伝えしていければと思います。以上、グランブルーファンタジーリリンクのゲーム紹介でした。ぜひスタジオでもプレイして楽しんでください。内容を詳しくご紹介していただきましたが、皆さんいかがでしたか？いや、なんかちょっと見ただけでもかなりこうバトルアクションとかが細かくて、多分本当キャラクターごとに全然違う動きしてるんだろうなと思って、操作性とかも結構それぞれ違ってきて面白くなるんじゃないかなというふうに思いました。あとキャラクター強化、人によってどこをねこう重視するかみたいな部分が違うと思うんですけど、しかも攻撃力特化でこうガッとね振っちゃってねガンガン攻められるように僕はしたいかなと思いますね。サポートできるしね。とかね、あとね武器の強化とかもね結構あったりとか、いろんな成長っていうのが楽しめるっていうから、だから本当人それぞれなんか全然違うパラメータになったりするんだろうなっていうのを思うと、いや本当楽しみですね。個性出るよな。楽しみですが、それではここから実機プレイに移りましょう。はい、ということで全員がねクエストカウンターに集まりましたので、プレイしていきたいと思いますけれども、今回私が使用するキャラクターはヨダルランハになってます。
さあそして小野優はほいほい見てるとランスロットはねぐるぐると回してますよ。すごいよなこの動き。ジャンプしながらそんなくるくる回れる。華麗だ。そんなことある。慣れてる。なおちゃんは何のキャラクターですか？私はラカムです。おお、ラカム。なんとラカムです。はい。でもなんか銃だから遠くから攻撃もできるっていうことで、結構初心者向けのキャラクターなんじゃないかなと思います。なるほど。大坂くんのキャラクターは？僕はもちろんパーシバルでございますね。はい。それではですね、早速クエスト出発してみたいと思います。これ行くぞこれ。いらっしゃい。準備 OK。お、出発。いったー、グランサイファー。グランサイファーでかすぎるな、こう見ると。改めて大きいんだね。うわ、すげえ振動するぜ。びっくりした。お、よく見るモンスターじゃないですか。ストーンダイルさん。こんな強そうだっけこいつ。でかいよね。やばい、いきなりか。おいおいおい。先生君が食らってんじゃないよ。先生。頼むぜ頼むぜ。リンクアタック。これがどう入ったみんな。入った。結構大事らしいよ今の。1マスって出たよ。出た。オッケー。今の OK ですか。待て待て。よしよしいいぞ。さあみんなで追いかけっこ。待って今なんかリンクの17%とかってなってるね。リンあ、本当だ。なんかあるね。パーセンテージが17%。いろんな要素があるな、やっぱ戦闘1個取っても。おーとととと、どう来るの。やめてやめてやめて。お、またリンクアタック。やめてやめて。いいよ。お、やっぱ結構顔が弱点なのかな。なるほど。顔入れてえな。前かがみになった時はチャンスね。硬いところがあるんだ。なんかそうみたい。やっぱ後ろ足とかすごい硬い。あ、なるほど。尻尾だ、尻尾。尻尾ちょっと柔らかめ。あー、吹っ飛んだ。そう。どっから狙おうかな。しゃあ。待て待て。ランスロット遠距離攻撃もあるんだ。そういう時は違った。そうよ、遠距離もあるのよ。ほい、いリンク来た。リンクアタック入った。よいしょよいしょ。近距離で遠距離攻撃をする。行くぜ。なんかいっぱい。私、オーギー溜まった。溜まった。じゃあいいんじゃない。でもフルチェーンに入れた。90、あ、いけるんだろう。いけるかな。やばい。どうだ、いけるか。やばい。避けました。ナイス。待てい。今チャンスだねこれ。ここに叩き込む。オーギーいける？いけなくなりました。いけなくなった。そういうこともある。4時いっちゃえ。オーギー。ちょっといいんじゃない？どうだ。来た。いいね。次私行くよ。いいよ。あった。いいね。あ、本決一戦じゃ。来ましたよ。どうだ。そんで。さあサンチェイン。かっこいい。からの来た。マイルスフリール。クラケロン。いった。いいね。全員の掛け合い。そしてダウンも奪う。ナイス。よし。さていけるかな。はいコンタ。行きまーす。どうだ。これでいけるか。リンク 100% になってます。だけどみんなどうしたらこれできるんだ。リンクアタック。ね。あ、でも一斉リンクアタックでリンクタイム発動ってなってる。ね。そうなのよ。誰もまだ出てはいないのか。次リンクアタック出たら OK ってことね。次出たらチャンスってことかな。じゃあちょっと待って。ここじゃない？今。これ今リンクしたなんかリンクしたっぽい。あ、なんかすごいスローになってる気がする。なんかリンクした。よーし、すごいぞ。ダウンが長い。よし。いいね。もうちょっとで終わっちゃう。これは結構ひるんだよ。今のは大きかった。ね。だいぶ減らしたんじゃない？ね
かれてる。あららららあらららあららら距離を離すんじゃねえ。あらららわあ、あっちあっちあっちあこっちあ。しゃこい。あ、リンクアタックいける。ああ、逃しました多分。リンクね、よく見てないとね、難しいね。そうね。だなっていうのを。スイ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 。どうじゃ。いいよいいよ。あ、いいダメージ。どうだ。どうなんだ。いた。どうだ。どうなんだ。入ってるか。よいしょ。よい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 。お、大きなまった。どうだどうだ。痛い。あれでもダメージがない。あれダメージないのに引っ込んだってなんだ。味方にやられたのかな。いやそんなことお前か。仲間入れしないで。やがったな。やばいやばそうだこれ。オーバードライブです。なんかやばそうです。逃げろ逃げろ。病院に近づきました。私は逃げるぞ。これやる気じゃない？やる気じゃないこれ。ガード成功。ガードさせてよ。マジか。あ、なんか段差で滑る。よいしょ。怖い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 よ。そんな暴れないで。壊した岩とかが降ってくるんだ。暴れないで。なるほどね。ガードしとく。うわ、危ない危ない。いろいろ君の動きを覚えてきたぞ。よしよし。でこれ。やばい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 。止めらんね。攻撃止めらんね。おお、嘘。全然覚えてない。まだまだいける。行くぜ。あ、これいけんじゃない？おお、来た。オギ？コーラスだコーラスだのに。せっかくコーラスだのに入る。絶対入る。コーラスだのに入る。よし、いいぞ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 。あ、続ける。いけるいける。よし、いけバイス振り上げる。いける。もう一丁。さあどうだ。続けいける。さあヨダ G のガクガクなってるよ。いいね。ダウンしてる。さらによしよしよし。いいぞいいぞ。フルチェ決まった。いやーチェンバいった。リンクもある。リンクもいける。たまたま入った。攻めのきた。一回もうスローになった。いいぞいいぞ。おお、すごい。いいぞ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 。インパルス。これアビリティのたまりも入ってますね、もしかして。確かに。なんかすごい連打できますもん。アビリティ。そういうことか。発動も入るんですよね。分かってきた分かってきた。素晴らしい。有利になるんですね。ああ、なんか積んで急に動くからね。あ、あと1%。そうはいくか。せい。これだ。やりました。めちゃくちゃ楽しいなこれ。すげえ砕け散った。俺だ。コメントとしてはみんなのおかげだなとか言ってんだけど、そんだけさらさらねえ。俺の手柄じゃ。それはまた別なんだ。セリフが。俺。やだ。頭しい。働きを褒めるけど出たものは私のもの。楽しかったですね。仲間同士で攻撃しよう。これが俺たちの戦い方だ。はい、というところでリリングプレイしました。実機で遊んでみていかがでしたか？いや、めちゃくちゃ楽しかったですね。途中やっぱこう撮っていただいていることを忘れて、みんなで中で今どんなゲージ溜ってるのみたいな感じの、もうめちゃくちゃ前のめりになってる。普通にやっちゃったので、いやめちゃくちゃやっぱリンクアタックのね、爽快感とかもそうですし、チェインの猫の楽しさとか、みんなでやってても楽しいですね。一人でやった時どうなるかはねちょっとわかんないですけど、一人でもなんかわーわーやってそうだな。でもそれこそネットで協力プレイとかできるんじゃない？ねえね。もうすごいかっこいいプレーがねたくさんできましたけれども、なおちゃん今回フルアシストモードだったんだよね。そうなんです、超初心者でも安心なスティック操作だけで敵との間合いだけを詰めれば、あとは攻撃とか回避とか全部やってくれるフルアシストモードっていうのでプレイしていたんですけど、でもなんか途中でちょっ
と遊び方が分かってきて、なんかここ奥義打ってみようかなとか、攻撃ボタンこれだみたいな感じでやると、そのフルアシストモードの最中でも攻撃を繰り出すこともできたりしたので、途中から普通に遊んでました。なるほどね。じゃあ任意でね、自動発動よりかは自分で出したいタイミングで技が出せるっていう。そうなんです。すっごく遊びやすかったです。はい。それではですね、グランブルーファンタジーリリンクの商品情報のご紹介となります。改めまして、グランブルーファンタジーリリンクは2024年2月1日に全世界同時発売となります。スタンダードエディションのほか、限定商品として2つのエディションも発売されます。デラックスエディションはご覧のインゲームアイテム特典のほか、特製アートブック、特製サウンドトラック CD、ポストカードセットが同梱された豪華版となっております。なんかグラブルのイラストはいつも本当に楽しみにしてるんですけど、このリリンクのアートブックもものすごそうで、早く手に取ってみたいですね。インゲームアイテムっていうのはこのリリンクで使えるアイテム。そうです。だから序盤がちょっと楽になるですね。ありがたいよね。多分個人的にちょっと気になるのがジーンっていうあれで排水3っていうのがちょっとね情報としてあるみたいなので、なんかいろんなスキルがありそうね。HP が減っていったらやっぱ攻撃力がみたいなね、本家のやつなのかちょっと楽しみですね。はい。そしてね、主人公の武器などもつくそうですね。でそしてコレクターズエディションではデラックスエディションの内容に加えまして、プロトバハムートスタチューフィギュアとエオスブレードという主人公の武器のメタルチャームが付属します。はい。今日はなんとですね、コレクターズエディションの実物をスタジオに持ってきていただきました。はい、グッズはこちらになります。はい。じゃあまずはデラックスエディションを見てみましょう。はい、こちらですね。デラックスという形で早速出しちゃいますけれども、ちょっとパッケージからかっこいいんですけどね。ちょっとぜひゆっくり見ていただきたいんですけど、よいしょ、こちらね、ゲームがありまして、あら、これがスペシャルアートブック噂のね。そしてこちらがこれですね。はい。これ何？これサウンドトラックだ。すげえ。サウンドトラックだ。俺も中はあんまお見せでき。だねって感じですけれども、あとポストカードも今お見せしてるんですかね。こちらもちょっといろいろついてるんですけれども、こんな感じの超美麗イラストがねついてありますので、気になるね後ろ姿、はい、ぜひちょっと楽しみにしてください。はい。そしてコレクターズエディションですね。こちらです。見てください、こんな大きな箱がありまして、ねえ、こんなド迫力なイラストがあるんですけれども、これ裏側にもイラストがありまして、見てください。あら、生々しい感じ。なんかあるねこれ。ただになる雰囲気です。だいぶシリアスな感じですね。どんなストーリーなの？プロトバハムートスタチューフィギュア、そしてねこちらのブレードメタルチャーム。こちらなんですけども、ね、すっごい細かいんですよこれ。めちゃくちゃよくできてる。みんなわかんないでしょこれ。でもこれ近くで見るとすんごいですよ。いや、本当にすごい。そう、めちゃくちゃ細かくて、尻尾の先まですごい。めちゃくちゃすごい。鱗って言っていいのかわからない。この高速具みたいなものもめちゃくちゃ細かいんですよね。皮膚の感じとかすごい。いや、これはね、ぜひ皆さん手に取ってもらわないともう紹介できない。この凄さが。語彙力で表しきれない。百分は一見にしかず。羽の裏側とかもすごい。爪とかもちゃんと表現されてる。本当だ。うわー、ぜひね皆様ご自身の目で確かめてみていただきたいなと思っております。こちらのコレクターズエディションはセブンネットサイストアで予約受付中となっております。予約抽選受付期間は2023年9月19日火曜日14時59分までとなっております。もうすぐ締め切りとなりますので、皆さん予約の方忘れなく。はい、予約お願いします。これ我々数年分の思いがこう乗ってるわけですから、ぜひチャンスをゲットしていただきたい。よろしくお願いします。急いでください。ね、ぜひこれも飾りたいですよね。そんなに大きくないから逆に飾りやすいですよね。確かに。はい、コレクターズエディション大変楽しみなものとなっております。次はプレイステーション版に付属する原作グラブルで使用できるシリアルコードグラブルスペシャルアイテムセットリリンクパックのご紹介となります。内容はジョブスキンの内容を除いて先ほどご紹介した GBVSR パックと同じものになります。両タイトル買えばどちらも入力可能です。すごい。どっちも OK なんだ。そうなんです。なのでね、2つ同じのもらっちゃうっていうことも可能です。素晴らしい。はい。以上グランブルーファンタジーリリンクのご紹介でした。
お送りしてきましたグラブルショーケースパート1、そろそろお別れの時間となります。2タイトルの情報をたっぷりお伝えしましたけれども、大阪さんいかがでしたか？いや本当に情報たくさんありすぎて、でもたくさんある中でもまだまだ伝えきれてないことがたくさんあるんだろうなっていうふうに思うと、本当に発売日が待ち遠しいですし、僕も早くプレイしたいなっていうのを感じましたね。なおちゃんいかがでしたか？はい、今日はですね、たっぷりお話をさせていただいてるんですけど、結構駆け足ではあったと思うんですよ。でもその中で本当に充実したゲームを2タイトルもずっと作ってこられていたっていうことで、私なんか本当に初心者なんですけど、すっごい楽しくって、なんか1回練習しただけで今日この本番を撮っているんですけど、なんか意外とできるかもっていう瞬間がたくさんあったので、ぜひグラブルをきっかけにゲームを始められたよっていう方もですね、気軽にプレイしていただけたらなというふうに思います。はい、小野さんいかがでしたか？いろいろあったはずなんですけど、やっぱ最終的に残ってるのはどうしてもモブおじの記念撮影もあれがやっぱインパクトがすごくて、やっぱこれだけ作り込まれた成功な世界観の中で、ああいう遊びができるっていう贅沢さがね、グラブルの良さだなと感じつつ、本当たくさんのスタッフさんの思いがね詰まったリリンクもついにこういう形で、バーサスもね含めて皆さんの元にお届けできますので、ぜひ楽しみにしていただければと思います。そして加藤先輩いかがですか？はい、私もやっぱり2タイトルとても楽しみにしていましたので、ストーリーがねそれぞれやっぱり気になる展開が待っているのかなと思うと、ゲームプレイもそうなんですけれども、お話を楽しみたいという方にもぜひねお手に取っていただけたらなと思っております。はい、そしてね勘のいい方ならすでにお気づきかもしれませんけれども、なんとグラブルショーケースパート2の放送も決定しております。だからパート1だったんだ。11月にライジングの第2回目を、来年1月にはリリンクの第2回目の放送を実施予定となっております。それぞれ発売直前のタイミングでの放送となりますので、新情報にもご期待ください。詳細は追って公式 X などでお伝えいたします。というわけで改めてグランブルファンタジー VS ライジングは2023年11月30日に発売予定。グランブルファンタジーリリンクは2024年2月1日に発売予定です。どちらのタイトルもぜひご予約をお願いいたします。そして、番組の最後に原作グランブルファンタジーから貴空士の皆さんにプレゼントがあります。こちらです。はい、グラブルショーケースの放送を記念しまして、期間限定のレジェンドガチャチケット10枚を全貴空士の皆様にプレゼントします。10枚をこちらのレジェンドガチャチケットの使用期限は9月30日23時59分までとなっていますが、後日開催予定のレジェンドフェスでも使用可能とのことになっています。いやこれはでかいですね。腹でございます。ありがとうございます。ぜひ原作の方も楽しんでいきましょう。それでは本日はご覧いただきありがとうございました。またお会いしましょう。バイバイ。